はい、カニ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は6月後半の星の解説とタロットリーディングさせていただきます。まず6月、ちょっと先カード引きますねすいません。星のこと早く話したいとなっちゃっていきます。ちょっと見ます。はい、じゃあ見てみましょう。ワールド逆、戦車、ワンド1の逆、デビル逆、ワンド3、ジャッジメント、ペンタクルスのページですね。気をつけることは対策がカップのクイーン逆とソードのキング逆とオラクルはソードの2です。なるほど。なんかすごいいろんなこと感じちゃいました。まずですね、ちょっと大事な話をしたかったんです。星の話。6月の30日でこう木星がね獅子座に移行していくんですね。これってすごく大きな切り替えなので、そしてまた7月もすごく大事、そして8月も日食があるということなんで、この夏を乗り切るためのヒントとして別動画でしっかりその辺は解説させていただきますのがそうなんですけれど、その前に6月の30日まで木星が蟹座にいるわけです。なので蟹座さんはこの1年なんか本当にいろんなことがあったんじゃないかなと思うんです。人生において何にもなかったよっていう方は別にそれはそれでいいんです。それよかったねなんですけど、結構幸運期と言われてる運勢が強いと言われてる時っていうのは軌道修正が結構行われたりとかして、何か超えますっていう方もいれば、手放しますっていう方もいれば、生きやすいように何かを省きますみたいな方もいらっしゃればなので、いろんな人生においての変化を体験される方が多いんですね。でそれがあったっていう方もいらっしゃると思うんですけど、ちょうどもうあと数週間というかね、6月末で抜けていくよってなったら、最後の最後に何か大きなギフトがある方もいらっしゃるんですね。これ本当不思議なんですけど、来るよって言われてる時何にもなくて、過ぎたよってなってからうわ来たみたいな方もいらっしゃるんですよ、たまにね。なのでもしかしたらちょうどこの6月の時期っていうのは本当にいろんなお掃除をして波動調整して何かを手放していくっていう時なので、もうすでに何かもうちょっと入院しちゃいましたみたいな人もいるかもしれないし、本当に自分の今までの思考癖を外しましたという方もいらっしゃるかもしれないし、何かが外れてませんかって感じがするんです。これはでもめちゃくちゃいいことで、強制的に変えさせられている。それは自分の波動だったりとか細胞だったりとか、生き方だったりとか何か分かんないですけど、なんか大掃除みたいなことがあったのかなって感じがするので、どんなことがあったのか本当に教えてもらいたいなと思うぐらいなんです。なのであと本当に数週間で申請されていくっていうのがあるので、本当にゆっくりとじっくりと毎日を丁寧に自分を慈しんで過ごしてほしいっていうのがまず一つあります。で6月の13日以降は金星というね、社交性とか華やかさとか優しさ、愛情というものが獅子座に入るので、蟹座さんにとってはやっぱりこれが大事だとか、自分の価値観はこれだっていうような大切にしたいものっていうものがちゃんとはっきりなんか浮き彫りになってくるみたいな、形が見えてくるみたいな感じかもしれませんし、シンプルに単純に現実世界でお金が入ってきたよとか、お金を貯めようと思いますみたいな、そういうのもあるかもしれないし、とにかく何かこれが好きなんだっていうような、なんか自分の中の大事にしたいものが本当なんかちょっと浮き彫りになってくるんじゃないかなっていう感じがします。でちょっとこれヒントなんですけど、6月18日とか19日あたりっていうのは特にお月さんもね獅子座に入ってちょうどこの蟹座さんの感性を刺激してくれてるので、何かヒントがあるかもしれません。お知らせみたいなっていうそういうのがあるかもしれないので、ちょっと注意深く自分が何を感じるかなっていう、どんな動画を見て何を感じるかとかもそうだし、どんな
電車に乗っててこの広告でみたいななんかあるかもしれないので、楽しみにしててください、それはね。そしてやはり6月の21日から太陽がね蟹座に入ってくるということで、お誕生日を迎える方も多いと思うんです。おめでとうございます。でお誕生日を迎えるっていうのは一つやっぱり新しい自分になるっていうのがとてもあるので、ただね新しい自分なんですけど、なんかその前にとにかくみそぎというかなんか何かを外しましょうみたいな感じがすごく強いんですよね。十分やりましたよって方は多分スーッといくと思うんですけど、外したくなかったんですけど迷ってますけどっていう方は何かを最後に手放していくとか、なるほどみたいな、ちょっと分かりましたみたいな、そういうことがあるのかなって思ったので、そういう気づきってどうやって起こるんですかって言ったら、本当にぼーっとしてる時とかお風呂に入ってる時とか寝てる時とか、ちょっとランナーズハイになってる時とか熱中してる時とかに来るので、目的を持ってやるとかじゃなく、リラックスしている時にそういう自分にとってもうこれいらないとかこうだみたいなことが来るんじゃないでしょうか。そして実際6月21日までっていうのは見えない応援波動調整がめちゃくちゃ行われている時なので、ゆったりとその中にいてください。その流れ、その波動の中にいて癒されてください。そして21日以降夜が明けてきたなとか光が灯ってきたなってなったら、また自分らしくいてください。それで私これですみたいな感じでいいと思うんですね。でそうしながら6月の末になって新しいまた流れがあるよっていうことなんですね。そのね星の流れの上で見た時にカードが面白かったんですよね。やっぱ一番大事なオラクルというテーマとして呼ばれているのが、ゆっくりしててくださいみたいなかき乱さなくて大丈夫です。そんなに自分のことを責めたりせずにゆっくりしててくださいみたいな、過ごしたいように過ごしてくださいっていうような感じがしました。で入り口もやっぱりワールドの逆なので、何か自分がこれから生きていく世界っていうものを探し求めて、この1年すごく頑張ったとかチャレンジしたみたいな、なんか自分の居場所だったりとか世界観だったりとか環境っていうものをしっかりと考えてきたよっていう感じがするんですね。でそれに対して少しまだ迷いがあったり、結局どうなのかなみたいな思いもあるのかなと思いますが、答えがバキッと出るからいいというものでもなく、なんか迷いながらも進んでいって、振り返った時にそういうことだったのかなみたいな思うことも人生って多々あると思うんですけど、そんな感じでここまでのこの1年を本当にねぎらってくださいって感じで言われてます。不本意なことであったとしても一生懸命対処しましたよねっていうような、なんか乗り越えましたよねっていうような感じがしました、このカードを見て。そしてこれ以上何かをするっていうのはちょっとみたいなって感じ、エネルギーをどこに出すのかなっていうのはちょっと戸惑うってほど迷ってるわけじゃないんですけど、無駄に出すのは嫌だなみたいな感じかな。だからこれ以上無駄な努力をしたくないとか、そういうのもあるのかなと思いました。そして今ここでデビルの逆が出てるっていうのは、本当にとらわれていたものをやっと外せるみたいな感じがあるので、何か気づきがあるんでしょうね。だから今おそらくですが、もうすでにあるんだと思いますよ。今起こってるんだと思いますよ、現実世界の中で。いやもう本当にお腹壊してるんですよみたいな方も、言うならば腸内細菌の中でもう反乱が起こって何か不必のようなものを一生懸命出しているわけで、それってすごくいいことですよねっていう全体を見たら、なんかそんな感じで、それが自分の体なのか自分自身のことなのか家族のことなのか仕事のことなのか人生のことなのかっていう、その中で何か必要なことが起こってそれを手放していこうとしてるんだなって感じです。そしてその後にですね、エンタープライズということでやっぱワンドの3というカードが出ていて、
6月の末って本当なんか際どい本当に際どいとこなんですよね。なんか私から見ると6月30日にだってもう満月があって、そこから水星も逆行して、そこから木星も変わってってなったら、今これをご覧いただいているこの6月中旬から末までの本当この14日間とか、それぐらいが本当になんか際どい時なので、無理せずゆっくりしてねっていうことと、今は見えないかもしれないけど、ここから先のまた7月以降とか、その流れっていうのももうものすごく力強い流れがあるから、なんかこの1年いい言われたのに何もできなかったとか、そんなこと思う人全くないですからね。やってますからちゃんとなので何か必要なこうシフトチェンジが起ころうとしているっていう感じです。でこのエンタープライスっていうの、このワンダロさんっていうのはこっから流れていくよねみたいな、どのようにこれが形作られていくかはわからないけど、でも流れていくし未来は明るいよねみたいな感じのカードなんです。そしてその後にジャッジメントということで、復活、もう審判のラッパが鳴ってますみたいなカードが出ていて、何かが生まれようとしてるというこのカードのデッキなんですね、これは。そして成長していくっていう、でもゆっくりですよ、これはゆっくりなんですけど成長していく。なんか生まれますっていうカードから成長していきますっていうカードが出るって、もう確実なものがあるって感じがするんですよね。でもこれってもしかして6月末のことなのか、そっから先がなんか硬いというかしっかりされてるからそのことなのかちょっとわからないです。早い方はもう早くエネルギーを感知するので、別に7月から木星獅子座入りですねって言ったとしても、もう6月の後半から感じてる方も多いと思うんです。でもなんとなくそんな感じです。なんか本当切り替えみたいな感じなので、一番気をつけてほしいのはもう平和でいてくださいと、調整をとってくださいっていうことなんですけど、気をつけることは対策として言われているのが、やっぱりカップのクイーンとソードのキングが出ていて、それがまた両方とも逆位置なので、とても本当にね、本当に今切り替わり、もうちょっとで切り替わるみたいな時なので、なんとなくそれに対して感傷的になったりイライラしたり、なんかそういう感じ、落ち込みたくなったり、いやでも頑張るぞみたいな、そういろんななんか感情が渦巻いているって感じがあるんです、内側にね。でも大丈夫です、今調整されていますっていうのがメッセージです。そこにあんまりそれを解決しようとしないっていうのかな、全てに対して解決しようとしなくていい、ゆったりと待っていましょう。ゆったりと調整されて癒されていますからっていうような感じがしました。とにかく削ぐことを意識されるといいのかなって思いましたね。ちょっとお仕事のことを見てみます。仕事ね、仕事どころじゃないって感じがしましたけどね。なんかちょっとお仕事、後半の仕事ね。復活のカード出てますね。審判、ソード3、ソード5ということで、何かやっぱりここで復活のカードが出てるということは、やっぱり仕事に関しても再起動みたいなことがあるのかなって感じがしました。再起動が一番ぴったりの言葉かな。なんか一旦ちょっと止めてもう一回掘り起こすみたいな、そんな感じがあるので、お仕事に対してちょっと一旦保留にしてたものをもう一度やるとか、昔やりたかったことにやっと着手するとか、なんかそういうことがあるのかもしれませんね。ただソードの3とかソードの5っていうカードも出ているので、何か少しお仕事に対しては気持ち的になんかもうやる気で燃えてるというよりは、なんとなく意気消沈しそうな雰囲気がありますね。それ何なんでしょうね。なんか迷惑かけちゃったみたいな感じなのか、失敗しちゃったってことなのかわからないですけど、なぜか引いてるような感覚があるんですよ。お仕事に対して、職場に対してなのかわかんないですけどね。いやでもそんな、どうですか。私もうね、
進むことだけがいいことじゃないし、止まることだって後退することだって必要であれば起きますよ。もう波だって出たり入ったり引いたり満ちたりするじゃないですか。もう同じで気持ちだって感情だって行動だってやる気に燃えてる時もあればやらない時もある、いいんですみたいな、それをなんかちょっと肯定してほしいなって感じがしました。でもなんか再起動されてる感じはありますね。ちょっと人間関係見てみます。人間関係はペンタクルスのクイーン、鳳凰、太陽、いいですね。いいですね。やっぱり何かご自身の中で手放そうとしてたりとか、何かが起こっている時ってやっぱ人のありがたさを感じるというか、とっても応援されてるし、見守られてるし、必要な人とちゃんとサポートし合えるように巡り合わせてもらえてるっていう感じがします。だからやっぱりこの関係を大切にしていこうとか、やっぱりなんかこの人たちと知り合えてよかったなって思うような関係があるのかなっていう感じがします。とても温かいです。人間関係とても温かい。だからそれをどこまで信じていいのかっていう自分の感情的な問題はあったとしても、とても温かい関係性がありますっていうふうに言われてます。とても信頼できる感じですね。ということで最後にオラクルカードを引いてみますが、もしここまでのメッセージで伝わりましたっていう方はいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。ではいきますね。最後にもう一枚、蟹座さんの6月後半、どうですかこのカード。これを見て皆さんも何かしらメッセージ受け取ってくださいね。絵柄を見てね。あえて何も言わないでおこうかな、私は。なんか自分の中のなんか英知に触れるって感じがしますよね。でもそれって触れ方っていうのは人それぞれだから、なんか今話したことがなんか全部関係してる気がします。繊細さとね、強さみたいな感じのカードが出ています。はい、ということでここまでにしておきます。今回も最後までご視聴ありがとうございました。いい時間をお過ごしください。失礼します。